おはようございます。桜井です。2025年7月30日、ついにホワイトハウスが仮想通貨に関する包括的な政策レポートを発表しました。多くの人がこの発表によって仮想通貨市場に何かしらの大きな動きが起こるのではないかと期待していました。ところが、蓋を開けてみると、市場はほとんど動かず、ビットコインもイーサリアムも値動きはごくわずかで、ボラティリティも非常に低い状態が続いています。ではなぜホワイトハウスがついに動いたのに仮想通貨市場は静かだったのか、今回の動画ではその理由を分析するとともに、投資家がこれから何に注目すべきかを一緒に考えていきたいと思います。最後までご視聴してもらうことで、今回の発表が短期的に地味だった裏側にどんな中長期的な意味があるのか、これが見えてくるはずです。では早速レポートの内容から見ていきましょう。まずはホワイトハウスが発表した仮想通貨政策レポートの内容を整理していきましょう。アメリカ政府として初めて仮想通貨に対する包括的な戦略、これを示したものです。主なポイントは、規制の明確化とイノベーションの推進、そして国際競争力の強化という3つの軸に集約されています。注目されていた SEC や CFTC といった規制機関に対して明確な役割分担と迅速な対応を求めた点です。これはこれまで曖昧だったアメリカの規制体制に一本の筋を通すような内容で、業界からはルールが整えれば機関投資家の参入が進むとして好意的に受け止められていました。ただし、多くの投資家が期待していたビットコインの国家備蓄、つまり戦略ストックパイルに関する具体策については今回のレポートでは触れられませんでした。また、アメリカが自国通貨ドルを維持しつつ、ブロックチェーン技術をどう活用していくのかという点も方向性は示されたものの、実行スケジュールや数値目標などの実務的な中身は曖昧だった印象です。つまり、レポート全体としては包括的だがインパクトに欠けるという評価が多く、これが市場の静かな反応にもつながっていると考えられます。では、ホワイトハウスの仮想通貨レポート発表を受けて、市場がどう反応したのかを見ていきましょう。結論から言うと、ビットコインもイーサリアムも大きな値動きは見られませんでした。発表前後の24時間を通じて価格はほぼ横ばい、暴騰も暴落もなく、いわば無風の状態だったと言えます。例えば通常、こうした政府からの発表があると、市場は敏感に反応し、価格が大きく触れることがよくあります。しかし、今回に限っては、事前の期待が高かった分、実際の内容にサプライズが少なかったことが動きのなさにつながったと見られています。ただしこれはネガティブな意味だけではありません。市場の投資家たちは今回のレポートを過度な規制ではなく秩序ある整備のスタートと受け止めていて、むしろ安心感が広がったという見方もあります。その結果、短期的には方向感に欠ける展開となり、ボラティリティも抑えられた状態が続いています。つまり、期待外れだったというよりも、材料を織り込んだ後の様子見といった雰囲気です。では、今回のホワイトハウスの発表を投資家や業界関係者はどう受け止めているのでしょうか。まず、多くの業界関係者はポジティブに評価しています。特に SEC や CFTC などの規制機関に関して迅速な法整備を促した点については、ようやくアメリカが仮想通貨市場に本格的なルールを作る段階に入ったとして歓迎する声が多く上がりました。こうした動きは長年にわたって規制のグレーゾーンで取引をしてきた投資家やプロジェクトにとって大きな安心材料になります。つまり、この市場に本気で参加してもいいというメッセージとして受け取られているというわけになります。さらにアメリカが仮想通貨技術とイノベーションの中心を取りに行く姿勢を示したという評価も出ています。これまで日本や EU、中国が先行していた分野にアメリカがようやく本腰を入れ始めたということで、地政学的にも意味のある転換点になったとする専門家もいます。一方で、全てが好意的というわけではありません。
特に国家によるビットコイン備蓄や、それに付随する数値目標を期待していた投資家にとっては、物足りなさも残りました。一部では、結局夢を見せただけで具体策はなかったという厳しい声もあります。また、投資家の間では、期待値が高すぎた分、材料出尽くし感が出てしまったという見方も広がっていて、これが市場の無風状態を助長した側面もあるかもしれません。では最後に今回のホワイトハウスの発表を踏まえて、これから投資家が注目すべきポイントを整理していきます。まず一つ目は ETF や機関投資家の動向です。今回のレポートでは明確に法整備と市場の正当性を高めるとのメッセージが打ち出されました。これは今後の ETF 拡大や機関マネーの本格流入に向けて土台が整ってきたことを意味しています。二つ目は市場全体のボラティリティの変化です。これまでは突発的なニュースや規制リスクによって価格が大きく揺れる場面が多かったですが、今後は安定性のあるマーケットに近づいていく可能性があります。これは長期目線で資産を積み立てていく投資家にとってはポジティブな環境と言えるでしょう。そして三つ目はグローバル規制との連携です。アメリカが本格的な法規制を進めるとなれば、他の国もその動きを見て追随する可能性があります。実際すでに EU やシンガポールではルールベースの運用が始まっていて、アメリカの立場が明確になることでグローバルな市場形成が一気に進む可能性も出てきました。もちろん今回のレポートでは国家備蓄のような即効性あるインパクトはなかったという意見もありますが、だからこそ派手さはないが着実に整備が進んでいるという見方ができるわけです。今は目立った値動きはないかもしれませんが、数ヶ月後あるいは1年後に振り返った時に2025年の夏がアメリカの仮想通貨政策にとっての転換点だったと言われる可能性は十分あると感じています。では最後に今日の内容をまとめていきます。ここまでホワイトハウスの仮想通貨政策のレポートの内容、そしてそれに対する市場の反応や業界の評価について見てきました。結論としては、今回の発表は短期的な価格変動を引き起こすようなサプライズはなかったものの、アメリカが仮想通貨市場においてルールを整備して育てていくという姿勢を明確に示したという意味で、中長期的には非常に重要なターニングポイントになり得る内容でした。すぐに価格が上がるとか、暴騰するとか、そういった話ではありませんが、安心して市場に参加できる環境、これが整いつつあるという点で、長期投資家にとっては追い風とも言える状況だったと思いますけれども、皆さんはどう感じられたでしょうか？今回のホワイトハウスの発表、期待外れでしたか？それとも前向きに評価されていますか？ぜひコメントで意見を教えていただければと思います。はい。では、このチャンネルでは、ビットコインやイーサリアムをはじめとする主要銘柄の動きや、XRP や同時コインなど、注目アルトコインのニュースも海外情報を収集してお伝えしています。もし、この動画が参考になったと感じていただけたならば、ぜひ、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。最後にお知らせがあります。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。何本か説明動画をアップしています。これからの時代、投資をする上でも AI を使っての投資が主流になると思います。ビットレード X は AI を使って取引を行っている取引所です。取引所ランキングも徐々に上がってきていて、今人気が上昇している取引所です。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方からお問い合わせください。また、実際にやり方がわからない方もいらっしゃると思います。そんな方に向けて別途オープンチャットを用意しています。そこで登録方法だったり、ステーキングの方法などもサポートさせてもらっていますので、オープンチャットの方にもぜひ来てください。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることもあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。